bed on Friday. I'm stuck on the highway. It's been a while. I'm late to the party. You already started the sparkling wine. I need to find a spark to keep me from the dark. I'm looking for a fire star tonight to light me up all around. 'Cause you're the only one I'm thinking of. Don't let me burn to the ground. I wasted time, these city lights. Still I can't get you out my mind. I need a fire star tonight. Oh, I'm looking for a今回の動画は和歌山県の道の駅巡りに出かけております。大阪から高速道路を走ってきまして、今がですね和歌山市に入っております。今日はですね気温が現在で和歌山市内で6度ということで、雪の心配もなくですね、今日は一日道の駅巡りができるかなということで S660 に乗りまして、2025年初のですね道の駅巡りに出かけています。1月入ってすぐにですねお休みの日に大雪が降りまして、大阪でも山間部で雪が積もるみたいな感じだったので S660 にですねその時は道の駅巡りをすることができませんでしたので、今の感じでいくとですね冬場は1月2月はあと1回か2回道の駅回れたらいいかなぐらいになると思います。今日は和歌山の道の駅4駅ぐらい回ろうかなと思ってます。ちょうどこの和歌山のですね市内からですね東方面に向けての道の駅が結構な数があって、そこを回るか南の方に行ってですね回るかっていう感じだったんですけど、今日はちょっと南の方に行って道の駅を回ってみようと思います。みなべの方まで行くのかな。みなべの方まで行って、もう以前に行ったですね朽熊のそこからちょっと山の方に入ったところに道の駅があるみたいなんで、その道の駅とみなべ梅振興館かな、それと備長炭が展示してあったりする道の駅、三品中津、この辺りまでですね行ければいいのかなと思ってます。もう一駅行けるんだったらもう一駅行きたいんですが、時間的にはそんなもんだろうと思ってます。日帰り道の駅ツアラーなのでどうしてもですね毎回家に帰っては出るみたいな感じになってしまって、非常にですね効率が悪くなかなか回りきれないっていうところがあるので、道の駅巡りを始めてからですねもう今で1年半が経つんですけど、なかなかですね休み道の駅巡りのために取ることができなかったりすることは多いんですが、道の駅巡りにですね行けるときはちょっと時間をしっかりと取ってですね1日かけて、効率は悪いですが道の駅を回っていこうと、そういう感じです。ですので道の駅巡りはですね月に1回から2回しか行けてないんですが、のんびり更新で
楽しんでいただければと思ってます。もう少しで御坊のインターチェンジというところまでやってきています。なかなかですね、和歌山も大阪の北の地域から行くとですね、時間がかかります。最初の道の駅までですね、約どれぐらいかかってますかね。そうか、約2時間半から3時間ってところですね。なかなか時間がかかります。本当に時間がですねたくさんあって、気兼ねなしに道の駅が一駅ずつ曲がれたらいいんですけどね。今の仕事を辞めてですね、気合いの入れた道の駅巡りができたらいいなと思ったりもしますけども、基本的に道の駅で車中泊はできないんですけども、道の駅によってはですね、車中泊 OK な場所もあったりしますので、そういうところを利用しながらですね、広い車でブラブラ回りながらっていうのが現実的なんでしょうけどね。これから向かう和歌山県のみなべ町について簡単に解説しておきます。和歌山県のみなべ町は日本一の梅の産地として知られています。特に南高梅の発祥の地として有名です。毎年2月にはですね、みなべ梅林が一目百万、香り十里と称されるほど美しく咲き誇り、訪れる人々を魅了します。また、みなべ町は紀州備長炭の生産地としても知られており、高品質な炭を全国に供給しています。町内には熊野古道の海沿いルートが通り、歴史的な遺跡や文化遺産にも恵まれています。さらに沖合に浮かぶ無人島鹿島は古くから神の宿る場所として信仰を集め、現在も町のシンボルとして親しまれています。この地域で採れる南高梅なんですけども、この梅の読み方がですね、いろいろと議論されているようで、地元の人はですね、南高梅と読むらしいんですけども、関東なんかは南高梅と読まれるらしいです。どちらが正しいということはないんでしょうが、地元の人はですね、南高梅というふうに呼んでほしいと、そういうことも産経新聞の記事にですね、書いてありました。ちなみに僕は関西人なんですけども、これまでですね、南高梅と思っておりました。道の駅のですね、みなべの梅新交換だったと思いますけど、みなべのインターチェンジで降りることになりますので、あと少しでですね、目的地に到着というところです。完全に梅が有名な場所なんですね。で、高速道路上からですね、街を見下ろす限りは結構住宅が密集しているような感じの場所になってますね。それではみなべの出口で降ります。みなべ梅新高架のですね、看板が見えてます。ここからですね 1.3 キロで道の駅梅新高架に着きます。
インターからかなり近いですね。古いんかな、消えちゃってるわ、看板の文字が。到着です。道の駅みなべ梅振興館です。これはどこ？100メートル先。よいしょ。おみなべ町梅振興館には梅の博物館が併設されております。梅の品種とかですね、梅のことを細かく知ることができて、しかも無料で見学できるということで、こちらの方のですね、博物館を見学してから上に上がって梅干しを選ぶとですね、より梅のことを知って選ぶことができるんじゃないかと思います。道の駅みなべ振興館に行ってきまして、もちろんですね、梅を購入してきました。南川村梅の駅の印が入ったですね、福寿梅の梅干しを購入してきました。今開けて食べるのもちょっと難しそうなので、これはですねまた後ほど食べてみようと思います。そしてもう一つがですね、梅あられです。はい、これですね、和歌山県の田辺市の高校で作って販売してるみたいな感じで売られていましたので、ちょっと買ってみました。これはちょっといただいてみましょうか。配送だ、入ってるね。こちらをいただきましょう。梅の風味が楽しめてですね、甘めのおかきです。うまい。止まらんやつですね。ではですね、次の道の駅に行ってみます。